BO1 環境に 5% 以下しか存在しない緑で環境デッキにマジレスする動画始まるよ。サムネの通り、今月も無事プレイン各中圏内に届いたので、改良したな野球マンを回す動画を背景に BO1 環境の話でもしようかと思います。リストはこんな感じ。アーシが推していた小村の選定ですが、枚数を大きく減らしてコネ採用としてピン出しになりました。代わりに選定された平和の番人を追加してハラーレは4頭に変更しています。確認したい人は一時停止してみてね。勝率はこんな感じ。アーシが予選プレイン入る時の勝率はだいたい 60% 超えなので今回はかなり沼りました。環境トップ4の兵士、黒タン、赤タン、グリクシスに5分から勝ち越しではあるんですが、大きく勝ち越してるわけではないのが原因かな。ちなみにこのマッチアップをご覧いただいたらわかるように、緑は環境にほぼ存在しません。一番多いセレズニアエンチャで遭遇率 3% 程度なので、緑要素が多いこのデッキで分からせてやったら気持ちいいだろうなと思って頑張りました。ということで、兄弟戦争2ヶ月目の12月の BO1 環境について語ろうと思います。アーシはほぼ BO1 戦なので BO3 の話は除きます。あと注意点としては、解説等は完全にアーシの試験です。間違ってると思ったらコメントで指摘してくれると嬉しいです。皆さんのスタン話、語ってくれると嬉しいな。データの出典はアンタップド GG になります。まず BO1 の勝率トップ5はこんな感じ。環境最強のアゾリウス兵士に対して、それをメタル除去コンが上位につける形ですね。マーダ島といった感じです。遭遇率はこんな感じ。カッコ内は勝率です。赤タンアグロは遭遇率と勝率の乖離がすごいですね。単純に回数回せるから流行るんでしょうけど、10目のコントロール等、赤タンに大きく振りがつくようなデッキは BO1 環境に出てきづらいでしょうね。このことは黒系の除去コンには有利に働きそうです。ここからは、このうちの上位4デッキ、アゾ兵士、赤タン、グリクシス、黒タンについて詳細を見ていきます。まず黒タンです。リストはこんな感じです。軽量除去とベリアナ等で序盤のイニシアチブを取りながら最終的にシェオルにつなげる感じですね。このリストは絶望将来が抜けてますね。確かに大量のアドバンテージが得られる強いカードなんですが、ベリアナを採用すると自分が5マナまで届きにくかったり、横並びの兵士や速攻の赤タンに対して悠長すぎるといった理由はあるでしょうね。マッチアップ勝率はこんな感じ。タイアゾ兵士不利は意外に思う人も多いかもしれませんが、黒タンアグロは結局ピン除去しかないので横並びの兵士に有効な除去がないんですよね。アゾ兵士は除去必須ばかりなので黒タンは序盤から除去を連打します。中盤は黒タンがシオールを出し、兵士は除去から漏れたクリーチャーが並び始めます。アゾ兵士はシオールを突破するのは難しいし、ライフは徐々に削られて一見積んでるように見えるんですが、兵士にはこれがあるんですね。でかい生物を出して耐えるという戦術を許さないというのが兵士の普通のアグロにはない強みかなと思います。逆に言うと、黒を使う人は中盤以降常にハービンを意識した動きが必要になるわけですね。ピン除去とマナを構えるのは大事だと思います。タイ赤タン有利については先ほど言ったことの逆です。赤タンは生物が多くないため、ピン除去が刺さるし、中盤シオルを出したらほぼ勝利という流れになるからです。タイグリクシスはほぼ5分。ベリアナが結構刺さるのとグリクシスの赤除去や切り崩し班以外の生物がそこそこいるのでほぼ除去コンであるグリクシスにアグロで戦えるのかなと。あとはグリクシスも結局生物で殴らないと勝てないんでね。消耗戦をした結果どっちがシェオルを引くかのような展開になる感じが想像できます。ちなみに足のデッキは黒タンにガン有利。黒タンはシェオルを乗り越えられるサイズがしんどいのでハラーレが刺さります。あとは盤面で継続的に宿を取る生物はシェオルくらいなので、除去が少なくても平気というのもあります。あと工作員や影等、機動能力持ちが複数いるので平和の番人で悲しみを背負います。ということで黒タンについては以上です。続いてグリクシスミッドレンジです。リストはこんな感じ。アーシがスタンでよく出会うイメージに近いデッキを選んでます。豊富な除去でクリーチャーデッキに対してコントロール的に動いて、最終的にはシェオルや高品質なテーマな生物で殴り勝つデッキです。黒タンと違って全体除去も積んでいます。マッチアップ勝率はこんな感じ。黒タンのデータと食い違ってるじゃんって思うかもしれないけど、
多分トラッカーツールを使っててこのデッキを使ってる側の勝率なので差が出てしまってるのかなと思います。対赤単勝率は 51%。 本当にこんなにいくのかな。若干疑問ですね。グリクシスはダメージランドが痛いので不利がつきそうなものなのですが、まあ赤単も結局は生物がいないと勝てないので豊富なピン除去で対処しきられてしまうという展開になるんでしょうか。タイアゾ兵士に対してはかなり有利。これがグリクシスを使う理由ですね。システム生物にはピン除去、横並びには全除去、綺麗に対策できてますね。特に強いのはこれですね。アゾリウス兵士。だいたいこれで終わります。あとは兵士側が除去が薄いので危機時期放置からめちゃくちゃされる展開もあるでしょうね。ちなみにナヤヒューマンは5分。でもサンプル数が少ないので上振れしてる可能性が高いです。やっててあまり有利な気がしない。しかしながら兵士よりも全体的にスタッツが高くなるのと平和の番人がいる分兵士よりも戦いやすいかな。これだけ見るとグリクシスが最強じゃないって思われるかもしれないし、確かに環境に刺さってると思うんですが、試合時間が長引きがちなのと多色優の再現性の低さが BO1 プレイヤーに不人気なのかなと。平均試合時間が赤単の 1.5 倍かかるようですからね。頭も使っちゃうし高速で回数回して上振れ狙った方が BO1 向けなのかもしれません。グリクシスについては以上です。続いては赤単。リストはこんな感じ。甘えたキープにマジレスする高速アブロですね。兄弟戦争以降急激に評価が上がったカードがこれ。1マナ相手だけに1点オールはまあ妥当なのですが、機械河川が1個あると1マナ2点オールと2点バーン。試合壊れちゃいますね。マッチアップ勝率はこんな感じ。環境トップのアゾ兵士にフォロ有利がついて回転が速いといるだけで使用する理由になるでしょうね。兵士にはやっぱりサイレンコ足が刺さりますね。2点オールでほぼ吹っ飛びます。あとは兵士が除去が薄いことや熊野の追放で古参兵2種をきれいに取れちゃうのも有利な点です。ナヤヒューマンは赤単にはかなり有利。赤単が超えられないサイズが多めなのとライフリンク4等をしてるのが大きいですね。アーシのファンデッキを焼き尽くされた記憶でトラウマになってるのであんまりいい印象は残ってないですけど、赤単については以上です。最後に兵士いきましょう。リストはこんな感じです。小粒を並べてロードで強化して殴るというシンプルな部族デッキですね。しかしこのデッキが猛威を振るいミッドレンジやコントロールはほぼ壊滅。なぜそんな強いのでしょうか。この辺りですね。回避能力、ドロー力、除去耐性、コントロール耐性、一部族が備えてていいようなラインナップを超えてるんですよね。特に回避能力がちょっと問題で、ミッドレンジがデカブツで蓋をして耐えるという戦術が通用しないんですよね。アーシはハービンのせいで負けたって試合めちゃ多いです。言うまでもないですが、これは最速で出すクリーチャーじゃないのでフィニッシュできるタイミングで使いたいですね。あるいは対戦する側はハービンを意識した動きが絶対必要です。5回並んだら返しハービンで耐えるかどうかくらいは考えた方がいいでしょう。ちなみにマッチアップはこんな感じ。意外なことに遭遇率トップ圏の他デッキに対してそこまで支配的というわけではないんですよね。逆にメタってもこれだけ勝ってるというのがすごいのか。ただしアゾリウス兵士はその他の雑多なデッキに対して強すぎるんですよね。遭遇率トップですから、兵士に極端に弱いデッキは正直しんどいかなと。あとここに載ってないところとしてセレズニアエンチャントにコロフリだったりします。兵士は除去が薄いですから、ライフリンクの生物を育てられると対処する手段が少ないんですよね。アーシは手段でメタが回るとしたら、まずはアゾリウス兵士に強い生物デッキが出てくるのが条件かなと思っています。兵士に勝つのはアブローということで、ちなみにナヤヒューマンは勝率 56%。 さっきも言った通り、巨大ライフリンク生物は青白じゃどうしようもないのでハラナとアレイナから白敵対者が続くような展開はほぼ勝ちますね。勝つ時は大体ハラーレ絡みです。青白兵士は悠長なリソース回収を許さない圧倒的暴力で分からせるのが一番です。さて、まとめになります。今の BO1 環境は上位4デッキで見たらこんな感じの関係が見えますね。3ス組の3デッキとその3デッキどれにもそこそこ強いグリクシスという感じです。しかしまあ青白兵士の弱点がそんな弱点になってないので、結局は兵士が支配的かなと思います。じゃあ何使えばいいのかって話ですが、青白兵士ですね。統計による勝率は裏切りません。多分一番簡単に順位が上がります。
逆に青白兵士使わない理由って何さって話なんですけど、完全に足の試験ですが、1、トップメタでメタられる側に回ると面白くない。2、トップメタでミラー線が多くて面白くない。3、デザイナーズデッキは面白くない。マーゲームは楽しんでやりましょうってことでね。今回紹介した4デッキの中で使いたいのを1つ挙げるとしたらグリクシスミッドですかね。これは完全にメタル側のデッキなので、個人的には今のグリクシスミッドから青要素を抜いたラクドスミッドレンジとか案外いけるんじゃないかと思います。 BO1 だとそんな青要素いらないし、あとはナヤヒューマンってデッキが強くて、アーシの分析が皆さんのデッキ作りに少しでも貢献できればなと思いながら、環境についての話は以上とします。最後に年末ということでちょっと挨拶を。11月の中旬に始めた動画投稿ですが、思いもよらない好評をもらえてとても嬉しく思ってます。感想やアドバイス等のコメントやフォローをもらえるとアーシのモチベが上がったり動画の質が上がると思います。例えば英語圏の方にコメントをもらって喜びさんで英語タイトルや英訳をつけたりもしています。 MTG の来年の目標は予選ウィークエンド1日目突破とかにしておきますか。ミシック12対2里は結構しんどいので自作デッキ縛りはいつか解除するかもしれませんが、動画投稿に関しては来年もまあまあ勝てるオリジナルデッキをテーマに活動を続けたいと思います。本当はいろんなゲームの動画投稿できる人になりたかったんですが、今は寝ても覚めてもデッキ作りしか頭になくなってしまいました。 CIV6 とか STS とかはかなりやり込んでるのでちょっと自信ありますよ。挨拶のつもりが自分語りになってしまいました。動画の方もそろそろ試合が終わりそうなのでこんなところにしておきますか。最近冷えますし、暖かくして年末をお過ごしください。防感染症も流行ってるので引きこもって MTG アリーナでもいかがですか。というところで本動画は以上とします。年始も投稿頑張るぞ。いつもコメント、いいね、マイリスト、広告等ありがとうございます。またフォローもよろしくお願いします。次回もお楽しみに。良いお年を。